一発当てたい、とは誰しも思うことだと思います。真面目にコツコツが結局一番と言いたいが、YouTube や SNS が広まって特に一攫千金の夢見て、いわゆるバズることを目指す若者も多いでしょう。1700という動画をご存知でしょうか。鉄オタらしき少年が、1700と叫びながら列車の入線に合わせて駅のホームを駆け抜けるだけの10秒くらいの映像ですが、YouTube で2000万回近く再生されています。それはともかく、19世紀のアメリカのゴールドラッシュや、There Will Be Bloodなどで描かれた、石油が出たらリッチマンみたいな歴史を考えると、今に限らず、誰も手をつけていない分野を掘り当てて成功したい、というのは人がいつも考えてきたことでしょう。そういう分野をブルーオーシャンと呼んだりもしますが、では19世紀末から20世紀のブルーオーシャンは何かというと、その一つが、映画。ハリウッドスターの柄を聞くだけでもどれだけ大きい産業かがわかりますが、そんな豪華絢爛な大事業に発展したブルーオーシャンの源泉は、たった2秒間の人が馬に乗って走る動画なのだとこの映画が教えてくれます。最初の映画としては、列車の到着が有名ですが、実は列車ではなく馬だったというわけです。列車の到着に、馬、1700を合成したらそれもバズりそうな気もしますが、1700関係ないですが、それは置いといて、ノープの主人公とその妹は牧場で馬を調教していて、ハリウッドにレンタルして稼いでいる妹がハリウッドのスタッフにプレゼンをするときに、2秒間の馬の動画について話すわけです。あの映像で馬に乗っている人、実は黒人なのよ。あたいのヒー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 おじいちゃんなのさ。でもそれを誰も知らないわけです。映画の中のハリウッドのスタッフだけじゃなく、ノープを見ている観客も含めて、誰も知らない、馬の動画のことは知っていたとしても、乗っている黒人が誰なのか、誰も知らないし素人も思わない、そういう現実があります。よく考えたら、映画史上初の主人公なのに、一大参謀の礎となった人物なのに、そんなプレゼンも虚しく兄弟はハリウッドの仕事を失ってしまう。兄は馬をレンタルしてくれる別の顧客を探します。そこで出会うのが、スティーブン・ユアン演じるアジア系の男です。スティーブンはプロデュースや俳優をやっているようだが、彼は子供の頃に出演していたとある番組で猿が暴れ出し、共演者の大人2人と女の子をぐちゃぐちゃにするというトラウマ体験をしている。スティーブン君は猿と ET ごっこをしただけで助かったのだ。一応その彼と仕事を取り付けた真面目な兄ちゃんだが、妹は何か一発当てられないかと模索、目をつけたのは、最近、呼び方が変わってオワコンとなった UFO。うちの近くを飛んでるっぽいから、あれを取れたら、1700、間違いなし。そしたらあたい、オプラ、に出るよ。オプラとはアメリカで2011年まで25年放送された、人気トーク番組、オプラ・ウィンフリー・ショーのことだ。これに出れば知名度急上昇間違いなし。ここから UFO をいかに撮影するか、という展開になるが、実は妹が言うこのオプラショーは、猿の襲撃事件と繋がっているのだ。猿のゴーディ君に襲われた番組出演者の中で生き残ったのはアジア系のスティーブンだけではないことに気づいただろうか。スティーブンが野外劇場でスタッフを紹介するくだり、あそこで、僕の初恋の人、と言って、ある女性を紹介する、綺麗な格好で帽子をかぶっているが、帽子にベールがついていて、顔が見えない。あの女性は、猿に襲われた女の子なのだ。実は猿襲撃事件には元ネタがある。それは2009年2月アメリカのコネチカット州の一軒家で起きた。そこでは、トラビスというチンパンジーが飼育されていた。そこに遊びに来たナチさんに、トラビスが襲いかかり、顔をぐちゃぐちゃに引き裂いたのだ。手術は困難を極めたが、ナチさんは一命を取り留め、トラビスは警官に射殺された。9ヶ月後、ナチさんはある番組に出演してインタビューに答えた。自分は姿こそ変わったが、中身は変わらないこと。しかし人の反応は前と変わったこと、事件のことはほとんど覚えてないことなど。その時の彼女は帽子をかぶり、ベールで顔を隠していた。自分は自分の顔の変わりようを受け入れているが、自分を見る人にショックを与えないため、ということだった。彼女の風貌は、野外劇場にいたスティーブンの初恋の女性の格好を、そのままなのだ。そして彼女が出た番組、彼女にインタビューをした司会者こそ、オプラ、なのだ。そのオプラショーに出て成功するために、奇跡のショットを撮ろうと UFO に挑む妹の運命や、いかに、そのヒントは多分オープニングにある、この映画、聖書の、ナホム書の引用から始まる。私は汚らわしいものを、あなたの上に投げかけて、あなたを恥ずかしめ、あなたを見物とする、ナホム3章6節。
私とは神で、あなたとは、アッシリアという、当時存在した帝国で、時は紀元前7世紀、書いた人はナホムだ。ここでは、アッシリア帝国に滅びを警告する神の言葉が書かれている。アッシリアはなぜ滅亡を警告されているのか、3章の初めにこうある。災いなるかな、血を流す町、その中には偽りと、分取り物が満ち、略奪はやまない。無知の音がする、車輪の轟く音が聞こえる、かける馬があり、走る戦車がある。殺される者はおびただしく、屍は山をなす、死体吐かず限りなく、人々はその死体につまずく。アッシリアは数々の残虐行為で知られる帝国だった。国外で殺戮を繰り返し、国内では不正や搾取が横行した、ノープを監督したジョーダン・ピールは、アッシリアをアメリカに重ねている。奴隷時代からどれだけの黒人たちが、暴力を受け、騙され、搾取され、殺されてきたか、彼らの働きなくしては、今のアメリカの発展はなかったに違いない。彼らはあらゆるところで、国の基礎を作り、支えてきた、あらゆるところ、そう、ハリウッドでも彼らの功績のほとんどは、闇の中か、横取りされて、別の誰かのものになった。誰も、何も覚えていない。2秒間、馬に乗って走る、黒人のことを誰も知らないのだ。引用されたアキラの最後は、こう締めくくられている。あなたの破れは、言えることがなく、あなたの傷は重い、あなたの悪を常に身に受けなかったようなものが、誰一人あるか。映画のラスト、妹の表情、兄の佇まいは多くを物語っている。ちなみにナホムよりも200年前にも、やはりアッシリアに神の警告を伝えた人物がいる。ヨナという人だが、この人は巨大な魚に飲み込まれたことでよく知られている。ピノキオやニモの元ネタでもあるが、ノープ、でもそのイメージがよく出ていたと思う。映像と音が凄まじい映画だった。見たこともないものをたくさん見せてくれる映画。映画館で見ることを強くおすすめする。ではこんなところで、ノープの感想とさせていただく。ご視聴ありがとうございました。